あなたは面識のない相手からじっと見つめられた経験はありますか？もしその人が一方的にあなたの私生活を知り尽くしていたら、2012年4月30日、千葉県浦安市深夜3時、マンションのエントランスに一人の女性が現れました。あれ？オートロックどうやって開けるんだっけ？自動ドアの前で考え込むその女性は栗原智恵さん。連休で関東へ遊びに来ていた彼女は、このマンションに住む友人から勝手に部屋を使っていいと言われていました。しかしいざオートロックを前にすると、どう操作していいかわからなかったんです。智恵さんが立ち往生していると、しばらくしてそのマンションに住む男が帰宅。よかった、ありがとうございます。智恵さんは一言お礼を言い、男と一緒に自動ドアをくぐりました。自動ドア近くの郵便受けへ向かうと、その中から合鍵を取り出した智恵さん。先ほどの男は3メートルほど離れたエレベーターホールからなぜか彼女をじっと見ていました。そしてこの後、男はマンションのエントランスで会った女性に気味の悪い視線を送る男。この後、女性が体感することとなった底知れぬ恐怖とは。常人には理解できない欲求を持つその男には、絶対に部屋番号を知られてはいけなかったんです。おそすけんちゃんです。やみやみかだい。最近ちょっとね、新しく今後もチャレンジするかわかんないけど、やってみたことがあって、囲碁をやってみたの。あとやったことある？ない。どういうこと？何を迷ったのよ。おはじきにしたらああいうさ、オセロじゃないけど、碁石で囲んで石を取るみたいな。五目並べ。それだったらやったんだ。でも、囲碁ってやってみたんだけど、ルールよくわかんなすぎじゃない？わかる？わかんない。囲ったらもらえるみたいな。オセロやん。いや、囲ったらもらえるっていう五目並べみたいなことは継続してるんだけど、今自分が勝ってるのか負けてるのか全然わかんない。わかんないんだ。もらうとかじゃないんだ。そう。将棋とかっていうのはさ、はっきりと勝ち負けがさ、王将を取ったらみたいな。将棋と囲碁って結構並べて言われることがあるから似たような感じかと思いきや、囲碁って超むずくないっていう。どうすれば勝ちなのっていうのを分かりやすく教えてほしい。俺もわかんないけど、向こうがトイレとか行ってる間にさ、自分が黒だったら向こうの白を全部黒に塗っとけば勝ちみたいなやつじゃないんだね。あんた本当に義務教育受けた？スラムで育った？それは本当。囲碁詳しいとか面白いな。そう、面白さ教えてほしい。ぜひね、コメント欄でお待ちしています。今回は千葉県で起こった非常に恐ろしい殺人事件をご紹介します。犯人は日頃から同じマンションに住む別の住人の家に頻繁に不法侵入を繰り返していたんです。怖っ、何それ。これやばいね。他人の部屋に侵入する方法を確立してたってこと？それがね、この男ね、部屋に入る方法も含めて謎が多いんですよ。怖っ。で、知れば知るほどどんどん謎めいていくんですよ。逆にね。なので、これね、皆さんもね、見ていくうちにかなりゾッとするんじゃないかなという動画になってます。もうすでにしてるわよ。事件の日、友人のマンションへ泊まりに来た被害者の女性。彼女はエントランスで会ったその男に完全にマークされてしまったんです。見られてはいけなかった。2012年4月30日、千葉県浦安市深夜3時頃、とあるマンションの前に1台のタクシーが。車内から姿を現したのは黒髪ボブの若い女性。普段は宮城県で看護師をしている栗原智恵さんでした。連休を利用してディズニーランドへ行く計画を立てていた彼女は、夕方までの勤務を終えるとその足で東京へ。東京在住の弟と食事をした後、千葉県へ移動し、勝手に使っていいと言われていた友人のマンションへ。しかし、あれおかしいな。マンションのエントランスへ入った智恵さんはオートロックの開け方が分からずにいました。そして彼女が立ち往生していると、後ろから20代後半くらいのスーツ姿の男が帰宅。智恵さんは男がオートロックを解除するのを待ち、一緒に中へ入ることに。ありがとうございます。男に明るくお礼を告げた智恵さん。彼女は気がついていませんでした。智恵さんが郵便受けから合鍵を取り出している最中も、エレベーターを待つふりをしながら、その男がじっと自分を観察していることに。気持ち悪い。何？これからディズニーに行くってすごいワクワクしてた時にさ、なんでこんなやつに目をつけられなきゃいけないわけ？しかも深夜3時ってね、そうそう人と会わない時間じゃないですか。そうよ。本当に不運が重なったとしか思えないですよ。マンション2階の友人の部屋に荷物を置くと、智恵さんはマンションの外にある自動販売機へ飲み物を買いに行きました。そして彼女が部屋へ戻った後、その足取りをたどるかのように、先ほどの男がついさっきまで智恵さんが乗っていたエレベーターへ。男はエレベーター内でかがみ、床から何かを拾い上げました。それはさっき智恵さんがそこに落とした合鍵だったんです。1階でエレベーターを降りた男は、先ほど智恵さんが開けていた郵便受けの前へ。彼は部屋番号を確認すると、またエレベーターの方へ戻っていきました。なんでこんな時に限って合鍵落としちゃうのよ。本当に最悪っすよね。
こうしてね、男に部屋を知られてしまった巴さん。この後、彼女にどんな運命が待っているのか。布団の中の彼女。巴さんが浦安のマンションに着いた頃、彼女の友人柳田拓也さんは同僚と2人で都内の漫画喫茶にいました。飲み会に参加し、終電がなくなったために同僚と夜を明かすことになった拓也さん。彼は福島県の大学へ通っていた頃に巴さんと知り合い、一時は交際していました。現在は別れていますが、宮城と千葉の遠距離でも友人関係を続けていたんです。巴に会うのも久しぶりだな。あいつ元気してんのかな。そう考えを巡らせながら、朝7時40分頃、拓也さんは自宅マンションへ帰りました。玄関の鍵を回し扉を開けると、そこには女性ものの靴が、ほとんど家具が置かれていないワンルームの隅に敷かれた布団の中で、巴さんは確かに寝ていました。化粧も落とさずに寝たのか。化粧をしたまま普段着で布団をかぶっていた巴さん。前日の夕方まで病院で勤務していたことを知っていた拓也さんは、疲れてそのまま眠ってしまった彼女を微笑ましそうに見ていました。しかし10分20分と同じ部屋で過ごすうち、次第に拓也さんは違和感を覚えるんです。それは布団の中の巴さんが一切息をしていなかったから。大変なんです。朝帰ってきたら泊まりに来た友達が息をしてなくて。拓也さんは慌てて119番通報。すぐに救急隊が駆けつけますが、巴さんは何時間も前に亡くなった後でした。エントランスであったあの男がやったってことよね。想像もしたくないんだけど、寝てる間にやらしいことしようとして口封じのために殺したってことじゃないの？女性が一人で寝てる部屋に侵入したって聞くとね、そう想像しちゃいますよね。ただ実は現場の様子から犯行にはまた別の意図があるように思えたんです。掛け布団をかぶった状態で亡くなっていた巴さんは布団の上から刺殺されており、左胸に深い刺し傷が、衣服に乱れはなく、部屋には争った形跡もありません。その状況から彼女は就寝中に一突きで殺害されたように見えたんです。マンションはオートロックの上、友人の拓也さんが帰宅した際には部屋のドアの鍵も窓も施錠されている状態。合鍵がなくなっていたため、犯人はその合鍵で玄関の鍵を閉めて逃走したように思えたんです。奇妙なのは、犯人が性的暴行に及んだわけでもなければ、金品を盗み出しているわけでもないということ。部屋からは合鍵と巴さんの携帯、凶器に使われたとみられる包丁がなくなっていましたが、財布などは一切手つかずだったんです。つまり犯人はこの部屋に侵入し、ただ巴さんを殺害しただけ。彼女に相当な恨みを持っているとしか考えられなかったんです。また現場にはもう一つ不可解なことが。家にはこんなものなかったはずなんですが、そう言って拓也さんが指し示したのは、テーブルの上に置かれた USB メモリー。それは巴さんのものでも拓也さんのものでもなかったんです。ただ巴さんを殺すためだけに侵入したってこと？意味わかんなくない？だってエントランスであった男は巴さんと何の関係もないわけでしょ？紛れもなく初対面です。警察はこの後エントランスで巴さんと会ったその男にたどり着くんです。一体彼は何者なんでしょうか。忍び込む男。事件から2日後の5月2日、現場のマンションでは一人の男がテレビの取材に答えていました。やっぱり怖いです。当日とかはあまり寝られなかったですね。淡々とした様子でそう話す男の名は西岡大志。このマンションの5階の住人でした。西岡は都内の IT 企業に勤めるシステムエンジニアで、真面目かつ優秀。口数は少ないものの人当たりが良く、社内でも高く評価されている男でした。そして西岡は全く関係ないような顔で取材に答えていましたが、実は彼こそが巴さんを殺害した犯人なんです。警察は防犯カメラを解析し、西岡がエレベーターホールから巴さんを見ていたこと、彼女がエレベーターで落とした合鍵を拾ったであろうことを確認していました。しかしその映像だけでは拾ったものが本当に合鍵だったのかは分かりませんでした。また巴さんへの視線が不審だっただけで犯人と決めつけることもできません。そのため警察はマンションに住む140世帯から DNA を採取すると、現場となった2階の部屋から西岡の DNA と一致する毛髪が見つかり、彼がその部屋に侵入したことはほぼ確実と考えられたんです。こうして迎えた2012年6月21日、事件からは2ヶ月と時間を要したものの、警察は西岡を逮捕。西岡は現場の部屋とエントランスの郵便受けの指紋を拭き取っていましたが、玄関ドアの内側にはわずかに指紋が残されており、それも動かぬ証拠となりました。気になるのは西岡の犯行動機。巴さんを殺害した理由について彼は次のように語ったんです。窃盗目的です。彼女がエントランスの郵便受けを開けているのを見たとき、女なら部屋に侵
入しやすいと思ったんです。そしていざ侵入したはいいものの、寝ていた巴さんが目を覚ましてしまい、西岡は驚いてその場にあった包丁で刺してしまったといいます。取り乱した彼が慌ててその場を逃げ出したとすれば、金品が盗まれていなかったことにも説明がつくように思いました。一方で解せないのは、現場となった部屋に住人である拓也さんのものでも被害者の巴さんのものでもない USB メモリーが置かれていたこと。西岡はその USB メモリーを一度自宅まで取りに戻り、わざわざ現場まで置きに来たというんです。それは彼にとっての偽装工作でした。なぜならその USB メモリーは同じマンションのまた別の住人の部屋から盗んだものだから。どういうこと？こいつ別の住人の部屋にも忍び込んでたの？実はね、そうなんですよ。これがこの西岡っていう男の得体の知れないね、恐怖の正体なんです。巴さんが殺害される事件の前にも、現場のマンションでは複数件の窃盗被害が報告されていました。そのうち2件について西岡は罪を認めたんです。彼は他人の部屋から盗んだ USB メモリーを現場に残すことで、その住人に殺人の濡れ衣を着せようとしたんです。西岡は巴さんが泊まりに来ていた部屋以外にも、同じマンション内で他人の部屋への不法侵入を繰り返していたんです。それらの犯行についても、彼は全て窃盗目的だったと話しました。借金がかさんでしまって生活が苦しかったんです。システムエンジニアをしていた西岡は年収500万円と決して貧しくはありませんでした。一方で彼は大の風俗好きかつパチンコ好きで、両方の趣味を合わせて月に20万円近く散財してしまうことも。西岡はその借金返済に追われ、同じマンションの別の部屋から窃盗を繰り返していたというんです。しかし専門家の中には、彼が語った窃盗目的という動機に違和感を覚える人も。元神奈川県警刑事の犯罪ジャーナリスト小川太平氏は西岡の犯行に対し次のように指摘。泥棒が人がいる家に入るケースは確かにありますが、あっても部屋が複数ある一軒家に侵入します。ワンルームの部屋で中に人がいると分かっていて入ることはまず考えられません。そう、女性が眠っているワンルームに侵入などすれば気づかれて当然。西岡が本当に窃盗目的で侵入したのであれば、巴さんが中にいると分かっている状況でわざわざ危ない橋を渡るとは思えなかったんです。これは何？要するに西岡の窃盗っていう目的の話は嘘で、別の目的があったってこと？そうなんです。本当の動機ってのは至極単純でありながら、僕らの感覚ではね、到底理解しがたいものだったんです。もっと知りたい。2012年4月30日の深夜3時頃、浦安のマンションへ帰宅した西岡はエントランスで立ち往生している一人の女性に気がついた。その女性は宮城県からやってきた巴さんだった。オートロックが開けられずに困ってるのか、このマンションの人じゃないな。西岡はそう考えながら巴さんをちらりと見るとオートロックを解除。ありがとうございます。巴さんは愛想よく笑うと、彼と一緒に自動ドアをくぐった。その後自動ドアを入った先の郵便受けまで合鍵を取りに向かった巴さん。西岡は彼女の姿をじっと見つめていた。あのポストの位置だと2階か。彼氏の家にでも泊まりに来たのか。オートロックの開け方を知らないってことは初めてか。それになんで彼女はあんなに疲れた顔をしてるんだ。巴さんを見ているうちに西岡の脳裏には次から次へと彼女に対する好奇心が。彼女は2階の住人とどんな関係なんだ。なぜこんな遅い時間に泊まりに来たんだ。ここへ来るまでは何をしてたんだ。彼女がどう過ごしてるのか覗きたい。つまり何？西岡は巴さんのプライベートを覗きたくなったってこと？確かにシンプルなんだけど意味がわからなくない？西岡のね、普段の状態からね、察するに彼は報酬欠如症候群なんじゃないかと言われてるんです。この状態にある人は覗きのような過激行動が癖になってしまう可能性が高いんです。というわけで本日のメトラキーワード、覗き癖と報酬欠如症候群について。他人の私生活を覗きたい欲求を持つ人の動機は、覗き見による性的興奮や自分だけが秘密を知っている感覚を得たい支配欲、病的な好奇心など様々。一方で西岡のケースは、覗きがバレるかバレないかのスリルを求めていたと考えられるんです。彼は過剰な刺激を求めて異常行動を繰り返してしまう報酬欠如症候群だと推測されるんです。報酬欠如症候群と呼ばれる人は、脳内の快楽物質の受容体が通常より少ないと言います。何かを達成した際の快楽を感じにくいため、より強い刺激を求めるようになり、覗きのような極端な行動の依存症になってしまうことがあるんです。西岡は風俗やギャンブルの依存症で多額の借金を背負っていました。そうした彼の普段の行動にも報酬欠如症候群である可能性が現れているんです。巴さんがマンションの住人ではないことや、やけに疲れた顔をしていたことから彼女が気になり、部屋を覗きたい衝動に駆られたという西岡。しかしいざ侵入してみると、巴さんはすぐに気がついて起きてしまい、西岡はとっさにその部屋にあった包丁で刺殺
殺しました。その後、凶器の包丁と巴さんの携帯を部屋から持ち出した西岡。携帯を盗んだのは巴さんがその部屋の本来の住人とどのようなやり取りをしていたのかを確認するため、全ては彼女がなぜその部屋に泊まりに来たのかもっと知りたいという欲求による行動だったんです。またここで皆さんに思い出していただきたいのが、西岡が部屋の玄関の指紋だけではなく郵便受けの指紋まで拭き取って隠蔽しようとしていたこと。彼は郵便受けは部屋番号の確認に使ったと話していましたが、部屋番号を確認するだけで指紋がつくことはあるのでしょうか。そう、西岡は郵便受けの中身まで確認していました。他人の私生活を覗きたい欲求を持つ彼にとってそれはごく当たり前の行動。その他の住人の部屋に侵入していたのも全てその欲求に従った結果なんです。改めて怖い話よね。マンションの郵便受けとかで部屋番号確認されててなんてさ、身近に全然ありそうな話だし、ゾッとしちゃうわよ。オートロックがあったとしても、他の住民とか人がいる場合はさ、ポスト開けないようにしてどの部屋の人なんだって特定されないってのが大事だよね。2013年1月25日、殺人、住居侵入などで有罪となった西岡に下された判決は懲役20年。裁判長は彼に対し罪の重さを見つめ直し、十分に反省するようにと念を押しました。また、西岡が裁かれたことで解決したように見えるこの事件には、実はまだいくつかの謎が残されているんです。一つは西岡がエレベーターの中で拾った合鍵のこと。彼はその鍵についてこう語っているんです。事件の日、僕はあの部屋の合鍵などを拾っていません。そう、西岡は紛失していた合鍵について問われると一貫して知らないと答えました。実際にその合鍵は今でも見つかっていないんです。さらに事件の日、巴さんが眠っていた部屋の鍵は初めから開いていたとも。一方、友人の拓也さんの帰宅時、玄関の鍵は確実に施錠されていたといい、西岡の説明には辻褄が合いませんでした。もし西岡が合鍵で鍵を開け部屋から逃走したとすれば、なぜこの後に及んで嘘をつく必要があるのか。そして謎はもう一つあるんです。それは西岡が巴さんを布団の上から現場にあった包丁の一突きで殺害していること。司法解剖の結果、刺し傷はあばら骨を折って心臓や肺にまで達しており、巴さんは即死だったとされています。このことについて元東京都監察医務院長の上野正彦氏は次のように語っているんです。掛け布団の上から心臓を一突きと聞きましたが、そんなことは内臓の位置を正確に把握していないと不可能です。それに素人の犯行なら普通、被害者が起き上がってくるのを恐れて何度も刺してしまうはずです。西岡が布団の上からの一突きで巴さんを殺害してしまったのは本当に単なる偶然だったのか。そして彼はあの日本当に合鍵を拾っていなかったのか。皆さんはこの事件の真相をどのように考えますか。